はい、どうぞ。金子でございます。ということで、今日なんですけども、昨日、変おじがね、変わった魚を久しぶりに持ってきてくれたんですよ。めっちゃ飲んだ。5缶ぐらい飲んだね。ようけ飲んだよ。うわなんそんな嬉しそうな顔してんのあんた。うわあんた酔っ払っちゃって。もん持ってたよ。大きい声が。もの持ってきましたよ。目が覚めると思うよ。これから。うわー、すげえ。シャインマスカット。俺の好きなやつ。マジありがとう。どうぞ食べてみて。めっちゃうまくねこれ。皮も柔らけえし。美味しい。うまいだろう。生ゆっくり食べや。もう一個本題があるんで。久しぶりの本題。何これ。これなんだこりゃ。車代。正解。あった。本当だった。待ってられたわ。面白い。今日の大きいぞ車代にしては。車代でこんな大きいのなかなかねえぞ。すごいじゃんそれ。よう超えとるもん。うまそうだねそれ。これうまいよ。これ食べてくれ。というわけで本日の食材がこちら。車代っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。車代っていうことでね、変わった魚だなぁこれ。フォルムがすごいですよね。体の大きさと尻尾が全然釣り合ってねえっていうね。で、多分深海魚なんでしょうね。目がボコーンと出ちゃってますね。で、なんで目がボコーンと出るかというと、水深の深いところにいる魚が、急にこう釣り上げられたり、網にかかったりだとかして、どんどん水圧がなくなってくると、なんか目がね、飛び出ちゃうんですよね。で背びれがね、とても鋭いですね。で、鱗がね、とても硬いですね。これ、わかりますか？こうすごいな、わさびとか擦れそうですよ。触った感覚はね、なんか松ぼっくり触ってるみたいな感じですね。で、この魚、調べたところによると、とても美味しいみたいです。僕もね、初めて食べますね。というわけで今日は初めて食べる魚ですので、こちらの車鯛を使ってお刺身を作っていきたいと思います。で、お刺身と、あと、アラ。これすごくアラからいい出汁が出そうなので、今日はお吸い物を作ろうかな。よし、そしたらやっていきましょう。で、多分この魚は、鱗がね、取れませんね。鱗かきは通用しないと思います。一応やってみましょうか。取れることは取れるな。すごい取りにくいですね。でも刺身にするんだったら、すき引きより、鱗かきで取って、この網目模様、ここを生かした方がいいですよね。すき引きしちゃうとどうしてもこの網目模様がなくなっちゃうんでね。あんまり良くないんですよね。ちょっと気合で取るか。鱗かきで取っていきます。うわ、すげえ。はい、鱗が取れましたらこちら下ろしていきたいと思います。でね、ちょっとこれ見てほしいんですけど、車内の鱗を触っとったじゃないですか、親指で。そうしたらもう親指がもうガッサガサになっちゃって。それだけ鱗が硬い。ちょっと今回はゴム手袋をつけます。これは危険だわ。危ねえ。いつも頭取ってお腹出して下ろすんですけど、今日は頭ついたまま下ろしていきたいと思います。このぐらいのお魚はお家でさばくこと多いと思いますんで、その時に姿作りとか作りたいっていう時に、やっぱり頭のついた下ろし方の方が立派ですので、今日はそちらレクチャーしていきたいと思います。そしたら最初に内臓を出しちゃいます。やっぱ空気でしたね。この鎌の下まで完璧にこう入れちゃいます。そしたらこの付け根ですね。ここを落とします。こういう感じ。そしたらエラの付け根をここで外しちゃいます。で、こっちのエラの付け根もこう外しちゃいます。で、開いて、エラを引っ張ると。よいしょ。はい、そうすると内臓とエラが一緒に出てきますんでね。取れたてだからまだエラも内臓も綺麗ですね。でももっとね、内臓脂肪がたくさんあると思ったんですけど、意外と少なかったね。はい、このような状態になったら、ここですね、背骨のところ、包丁で傷つけます。で、ここに血綿がついてますんで、これを落としていきます。はい、このように綺麗になりました。で、熟成とかさせる場合は、この状態で、お腹にペーパーを巻いて、で、水気をしっかり取って、サランラップでぐるぐる巻きにして空気を遮断して、冷蔵庫で2日3日寝かして熟成させてください。よし、そしたらおろしていきます。まず、いつもの要領で、お腹の方から1本。こうですね。で、反対向けて、背中の方も1本入れます。結構身が硬いな。すげえしっかりしてる。
カサゴみたいな身質してますね。はい、これで上と下入りました。そしたらこの状態で身を落とすんじゃなくて、こっち側も同じように、下に入れて、で、上にも入れます。しっかり背骨に決めます。ここまでやっといて、あとはここ腹骨で繋がってますんで、ここを断ち切ると。はい、断ち切ったら、ここの鎌の上から落としてもいいし、こう鎌の下からこうやって落としてもいいですね。で、姿作りにする場合は、この尻尾のところ、ちょっともったいないなと思うんですけど、こういう風に、ちょっと残してください。そうすると、こう、姿作りにしたときに、ここの身がちょっと残ってると、こう、尻尾が綺麗に見えるんですよね。はい。で、こっち側も一緒ですね。ここに腹骨繋がってますんで、腹骨を切る。はい、腹骨切れました。そしたら、鎌の上からでも鎌の下からでもいいので、包丁を1本入れて、頭と身を切り離すと。で、尻尾はちょこっと残しますと。はい。ほら、もうこれね、とっても簡単におろせます。で、姿作りの土台にするときは、こう立てて、尻尾とかにこう、串を打って、で、ブスッと。はい、こんな感じ。こうやって形を決めてあげると、とても綺麗ですね。なんか姿作り作りたくなってきちゃったな。姿作りに変更します、今日。これぞ、気まぐれクック。よし、じゃあこの土台は一旦置いといて、皮目がね、とってもうまそうなんですよね。片方湯引き、片方皮引きでいきましょうか。でも意外と身にしてみると少ないですね。うん。腹骨もかなり深く入ってるんで、分の割はそこまでいい魚ではないですね。はい。そしたら血合い骨もかなり太いので、抜くのは難しそうです。なので半分に割ってしまいますね。うん、うまそうだな、これ。うわ、めっちゃ楽しみだな。はい、これが背中とお腹ですね。じゃあ、お腹の方を湯引きにしていきましょう。で、背中の方は皮引いて、お刺身でいきましょうか。さあ、皮引いていきます。わ、皮結構硬いな。めちゃめちゃ分厚いですね。すげえ分厚い。これ見てください、これ。この皮。すごい弾力あります。これをボイルして刻んでみよう。もう今日はいろいろやってみよう。めちゃくちゃ引きやすいね。で、皮目はこんな感じですね。本当にタイの皮目ですね。そしたら皮とお腹の方、湯引いていきましょう。まず皮をしゃぶしゃぶと。しゃぶ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 と。くるんくるんになっちゃいましたね。よし、OK。こんなもんでいいでしょう。で、このまま湯引くと皮くるんってなっちゃうと思うんで、ちょっと切れ目入れときますか。買って皮。ちょこっとだけ飾り包丁入れときましょう。こういう風にね。ほんと皮1枚切るイメージ。よし、こんな感じ。そしたら傾斜を作って、はい、OK。で、すぐに冷水。はい、このようにおろせ終わりました。皮引き、湯引き。そしてこれ皮のボイルですね。そしたらこちら一度冷やしておいて、そしたら今日はお皿はこういうね、網網にしましょうか。でまずはつまを置いて、で、土台のこの鎌に挟んで、頭を立ててあげる。こういう感じですね。で、こういう飛び出た楊枝は、切っちゃいます。そしたら、ここに、つまを乗せます。できるだけつまがはみ出さないようにね。で、そこに大葉を乗せます。今日は下向きで、こういう感じでいきましょうか。そしたら、ここに、この湯引きの部分を切っていきましょうか。こう、コロッと切った方が綺麗な気がしますんで、半分に落として、こういう風に盛り付けようか。で、こう揃えて、で、半分に切って、乗せると。ああ、うまそう。そしたら次はここに、この背中の方の身を切っていきます。薄く切っては、こう盛り付けていくと。足りるかなこれ。できればね、ここにバーっとね、広げたいんですけど、ちょっと身の量が少ないかな。
できるだけ薄く切ってちょっと頑張ってみますわ。足りなかったらね、ちょっとここら辺、なんか穴埋めします。で、置くときにこう引っ張りながら置くと。そうするとピーンとなって綺麗な刺身になります。引っ張っておくと。うわー、これなー、際どいなー。ギリギリのラインだなー、これ。で、身がめちゃくちゃ硬いんですよね。これはね、薄切りで正解ですね。で、こう尻尾の方の切り出しは、こう乗せちゃうと、ちょっと見栄えが悪くなるんで、これは切り出しとして食べます。で、こっち側も、尻尾の方はちょっと大きめに落とします。で、ここから始めていきます。はい。なんとか足りましたね。そしたら皮ですね。わ、硬いな。で、ここら辺に添えときましょうか。おお、綺麗綺麗。で、こちら、すだちですね。すだちを切って、で、縁っこをこうやって削いでいって、で、ここをキュッと縛ると。で、ここら辺空いてるんで、ここら辺に乗っけときましょうか。はい、これで、車鯛の姿作りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。やっぱ姿作りはいいな。やっぱ料理は目で楽しむとこから入りますんでね。で、またこういう赤い魚って姿作り映えがすごいしますよね。よし、そしたら今日はこちらの視聴者の方からいただいた柚子醤油でいただきたいと思います。どうでしょうか。あ、結構サラッとしてますね。わ、香りはすごいなんかポン酢に近い匂いがしますね。これはわさびは不要かな。じゃあこの皮引いた方からちょんちょんとつけていただきます。うまいな。身はね、タイっていうよりか、クエとか、畑に近いような気がしますね。しっかり歯ごたえがあって、噛めば噛むほど甘み、旨みが口の中に広がりますね。うまい。癖がまるでないね。次はこちら、皮ですね。どうなんでしょうか。いただきます。硬えわ、これ。もうちょっと細く切った方が良かったかな。あんまり美味しくねえな。硬いだけじゃなくて、なんかもちもちしてるんですよね。フグの皮とはまた違うこの食感がね、僕はあんまり得意じゃないかな。次こちら。綺麗ですよね。醤油につけると、この皮目に醤油が入り込んでうまそうですね。いただきます。すっげえ歯応え。うまっ。皮引きとは全然また味が違うな。で、皮目が生臭い魚とかいるんですけど、車鯛に関しては全く生臭くないですね。ただちょっと硬いんで、これ細切りにして、こう食べても美味しいかも。ちょっと大きかったかな。で、こうやってすだちをちょっと絞って、フレッシュな感じで食べても、うまいね。はい、ということで、今日はこちらの車鯛の姿作りときましたら、お飲み物、紅茶でやっていきたいと思います。せーの、でんゲオのやつ。今日はミニコップでいきたいと思います。最近この注ぎ方に慣れちゃって、こう置きます。で、待ってる間につまみを食べる。はい、で、このぐらいになったら、スーッと入れていって、ここら辺で止めていく。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。最高の贅沢。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は変おじが持ってきてくれた目玉の飛び出た魚、車鯛っていう魚をさばいて食べてみましたけども、ものすごく美味しかった。身がすごく締まっててね、こう噛めば噛むほど美味しいっていう魚、そういう印象を受けました。で、あの魚はね、皮が結構分厚くて存在感があるんで、
煮付けとか塩焼きにした時にどういう風に化けるかっていうの気になりましたね。またいろんな料理にしてみたいなと思う魚でした。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。